学校によるかな。1学期2学期3学期の3回やるとこと前期後期の2回とかでも年1回は多分絶対やってると思います。自転車でも逆に台風が来るって言ったらあえて倒しちゃいます。壊れちゃうから自転車は。 Hey guys, it's CATHY Cat. Today we are gonna go and ask Japanese people what they actually think is scarier, typhoons or earthquakes. Quite a lot of earthquakes and typhoons have rattled the country recently, and we'd like to get everyone's opinion. So we're gonna go and ask Japanese. 台風か地震どっちの方が怖いですか？じゃん。北海道がね。じゃあ俺台風。そうですね。学校で地震の授業とかあるんですか？日本では。いっぱいあります。この授業の中で何習ったりとかするんですか？何習うんだろう。お箸もって言って幼いなんか怒った時は幼い走らない喋らない戻らないっていう基本を教えられました。ですね。なんで幼いとか走らないってちょっと一つずつ教えてくれますか？じゃあおは階段とかで押したりしたら慌ててる時に押された方とかは怪我したら危ないから。走らない。それも走って転んで逃げ遅れないように。みんなで動くからこそ。みんなで動くから。喋らない。喋ったら先生の声が届かなくて危ないから。じゃあ先生が最初に歩くってことですか？もう戻らないは戻って下敷きとかにならないように。建物がもう崩れちゃうし感じです。なるほど、勉強になりました。避難とかなったことあるんですかね？学校でかで年3回ぐらいある。3回ぐらいあって。自分の学校で？はい、自分の学校。本当の避難それともなんかテストの避難？テストの避難で。学校によるかな。1学期2学期3学期の3回やるとこと前期後期の2回とかでも年1回は多分絶対やってると思います。 Why earthquakes? なんで地震でしょう？日本地震がすごく多いからで最近も東日本大震災があったりとか昔も結構大きい地震あってでそれでしかも親族がたまたま東日本の方にいてちょうどなんかこう津波の被害を受けそうになっちゃってもうすごいこっちも東京にいるから全然親族が何してるかもわからないしなんて言うんだろうもうこっちは何もないのに向こうではテレビの向こうでてか日本の端っこではあんなことが起こってるっていうこのなんていうのギャップというかなんかもう自分は全然平気なのに親族が心配っていうその親族の安否も確認できないし電話もつながらないしっていうのがすごい怖くて実体験から地震が怖いなって思いました。そう台風はなんかそれで死者も出るけどまだなんて言うんだろうすっごい被害を目の当たりしたことがあんまりないからこの間の台風とかすごかったけどそれでもやっぱり地震の方が被害が大きいイメージがあるから怖いと思いました。東京その震災の時に東京で困ったこともあったんですか？はい、物がなくなることですかね。主になんかもう震災でみんながパニックになっちゃってみんなが自分のところに買いだめしてとかしてで自分たちが例えばお米買いたいと思ってもお米なくなっちゃったりとかして結構それは困りました。みんな結構物その時に買いまくったりとか、はい、買いまくってました。本当にもう家にめっちゃ貯めてだからインスタントラーメンとか貯蔵できるやつがもうほぼなくなっててそれはめっちゃ困りました。じゃあこっちは台風なんでなんで台風が怖いんですか？結構最近台風が多くて大阪の方とかすごいもうなんか道路が川みたいになっちゃうぐらい雨が降ったりなんか私も逆に今家族が別のところに住んでる人がいるんですけどなんか遠くですごい雨が降ったりとかいう話を聞いてなんかニュースで本当にびっくりするぐらいの雨を見て地震もすごい怖いんですけど台風の方がより最近怖いって思ったので私は今台風の方が怖いなって思います。海外の人分かんないと思うんですけど台風の時期はだいたいいつからいつまでですかね？一番多いんですか？夏から秋ですかね、夏から秋夏の終わりとかから秋にかけてって感じですかね大体日本では。じゃあその台風超怖いと思ってる海外の方はその時には旅をされた方がいいですしない方がいいですね。飛行機止まっちゃったりするしそう絶対しない方がいいと思います本当に。
その地震と台風になるとみんなにちょっと海外の人に注意してもらいたいってことが、例えば台風が来た時にこうした方がいいとか、地震の時にこうした方がいいとか。地震はとにかくもう頭っていうか身の安全を確保っていうあれで、狭いところにいたらすぐに開けた外に出るべきだし、頭に硬いものをかぶせる。なんかもう例えばキッチンにいたら鍋かぶるとか、あとはもう物が落ちてこないところのガラスの近くにいないとか、そういう身の安全を守ることを徹底した方がいいと思います、地震の時は。あと家族でバラバラになっちゃうことが結構あるから、その時は家族で地震になった時はここに集合みたいな場所を決めとくと、連絡が取れなくなってもパニックらずにそこに行って集合っていうことができるので、実際私もやったことがあるのでそれはいいと思います。はい、まず地震が起きてもう今揺れてる最中ってなったら、とりあえず身の安全を確保して、ちょっと収まってきたらその集合場所に近いところ、例えば公園とか近くの公園とかに集合してっていうのを決めておくといいと思います。台風の時はとりあえず外に出ない。外に出たらなんか雨も降ってるし風も強いし大変だから、傘とかを差してると傘が飛んでったりして逆に危ないから、傘よりもレインコートの方がいいかもしれない。なんか自分の家の前のプラントとか花とか飛びました。倒れてる、自転車とかは。私家の横に自転車置き場があるんですけど、自転車をもうぎゅうぎゅうに詰めないと自転車全部倒れます。すごい倒れる。もう自転車でも逆に台風が来るって言ったらあえて倒しちゃいます。壊れちゃうから自転車は倒しておいて、で備えておくっていう。これはナイス。台風ほんと最近ですけど、地震結構前から日本だと大きな災害とか起きてますけど、この間の台風であんなに西の方がやられちゃったのって見たことなかったんで、台風正直地震に比べるとめっちゃ安易な考えというか、で、最近でっかい台風があったんで、改めてなんか怖いんだなっていう感想を受けましたね。台風の一番なんか怖いところは何ですか？多分被害もあんなひどくなるって思ってなかったと思うんで、あんまり怖くないって考えてるところが逆に怖い。地震の怖いところは？そうですね、僕茨城県出身なんですけど、茨城で、とても大きい地震があったんですけど、その時に断水とあと停電もして、あと食料もコンビニに行っても食料がない状態で、私生活のトイレットペーパーとかももう資源不足になってしまったので、その時にやっぱりどれだけ自分らがその今の環境に甘えてたかというのを思い知らされたのが地震だったので、実際に経験した地震がすごく怖いなって僕は思います。地震に対しての対策を教えてください。いつでも携帯電話を近くに置いてライトつくじゃないですか。だからそのライトがやっぱ停電が怖かったので、いつでもつくようにとかぐらいですね。やっぱりその辺もちょっと甘く見てるかもしれないですね。地震のどういったところが怖いんですか？揺れて物とか落ちてきて怪我しちゃうから。自分もなんか地震を経験するときにはだいたい何を注意したりとかしますか？窓を開けたりとかそういう工夫はしてます。窓は、逃げる道って感じですかね。はい。大きい地震経験したことはありますか？東日本大震災。その時には自分はどこにいましたか？小学校6年生の時で体育館にいました。その時はどう思いましたか？怖かったんですか？めっちゃ怖かったです。みんなで端に寄りました。真ん中にいると電気とかがバーって落ちてきちゃうんで、机の下に隠れて、で全員体育館集合して、でみんなで解散みたいな感じです。はい、じゃあみんな地震なんで、地震の怖いところを教えてください。怖いとこ、いつ来るか分かんないとこですね。台風と違って台風とは違って予測できないんで、いろんなことが同時に起こっちゃうから、津波とか怖いなと思います地震の時にはこれを気をつけた方がいいとか。棚とか棚系のものはね、近くにいない方がいいので、できるだけ高いものが積んであったりとかするとこは避けた方がいいですね。なんか食べれる食品が念のために置いてあるとか、そういう地震キットとか家にあったりしますか？家に一応
ありますね。あります。やべえ、私ないけど買った方がいいですかね。いや、買った方が本当に大事ですよ。そのキットの中に大体何が入ってるんですか？大体はお水とか、あと缶詰の中に入ってるパンとか、あとは怪我した時とか大変なので絆創膏とか軍手とかで、はい。大きい地震体験したことありますか皆さん？東日本大震災は直で地震起きた直後どの感じだったんですか2日間くらいは家で電気も水もなしで生活して、その後旅館に避難して新潟にその後住みました。これで全ての質問でした。ありがとうございました。Japan has many natural disasters, typhoons, earthquakes, and tsunamis. To say some of them, also sometimes volcano eruptions are an issue in certain regions as well, so there's quite a lot happening on the islands. And in this case, we asked typhoon versus earthquake, and many people said earthquake because you don't know when it's happening. Usually with a typhoon, you know in advance, you can prepare and make sure you don't go outside, similar things like that. While with an earthquake, it can come totally without any prior notice, and if it's very strong, it can obviously cause a tsunami, which was the disaster that happened several years ago. So what they sometimes do is certain areas will have drills. So they will, for example, say during the time which you in this, there are also certain notes. There's a sound that happens when there's like a very, very important announcement, and you will see it on all speakers. It's like, I think 3 notes, and they once did it in a region, and I didn't know that sound. And those 3 notes came up, and all Japanese people, like even when they were on their phone on the train, everyone just stopped and listened. And it was kind of scary, and then it turned out it was a drill. So there will be like a certain sound that is definitely the alarm sound when some kind of disaster is happening in Japan. So be prepared, come over. Some people have emergency packs like disaster kits at home, some people don't. If you want to be super safe, you could get that if you come to Japan for a longer time. Hopefully you have a hotel if you're here as a guest that is also prepped for that. So just maybe have a look into it if you're worried about it. Those were some of the things that we asked Japanese people. We asked more stuff though, so don't forget to hit the subscribe button for future videos where we go and ask Japanese people. Hope you enjoyed this, and I'll catch you soon on Ask Japanese.